今日は2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤーの最終選考会の会場にやってきています。今回の最終選考会は世界最大の自動車部品サプライヤーであるボッシュの新本社と横浜市の都筑区民文化センター、そしてその2つをつなぐ全天候型広場を含むボッシュフォーラム都筑を中心に開催されます。すでに後ろにはこのように10ベストカー10台がずらりと並んでいるわけなんですけれども、ともちゃん、この中から1台イヤカーが選ばれる、楽しみですよね。そうですよね、選考委員の皆さんはすでに投票を終えていますが、一体どんな車が選ばれるのか楽しみです。はい、それでは参りましょう。車で行こう。Engine for the life。 車で行こうです。今回は12月5日に横浜市都筑区のボッシュの新本社で開催された2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考会の様子をたっぷりとお伝えします。その年を代表する車を59名の選考委員が選ぶ日本カー・オブ・ザ・イヤー。車のトレンドを知ったり、車選びの参考としてとても役に立つイベントですよね。そうなんですよね。で、多くの方がご覧になっている、注目されているからこそ、我々選考委員としては今年の一台としてどれを選ぶかってものすごくね悩むわけなんですけれども、今回はですね、受賞メーカーの声はもちろん、選考委員の方々が今年の最終選考に向けてどんな考えで臨んだかもお伝えしていきます。さて、今回の日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考会と表彰式の会場ですが、番組冒頭でもご紹介しましたが、2025年3月のオープンを前に特別に横浜市都筑区にあるボッシュの新本社を会場に行われました。ボッシュはモビリティ分野に加え、電動工具から産業機器まで幅広い分野で製品やサービスを展開しています。2022年よりグループ初の公民連携プロジェクトとして横浜市都筑区に新本社およびボッシュホールという愛称で呼ばれる都筑区民文化センターの建設を進め、今年9月に竣工しました。11月にはボッシュと横浜市都筑区の間で地域活性化に関する包括連携協定を締結。全天候型広場などの共用部を合わせた一体をボッシュフォーラム都筑と命名。日本カー・オブ・ザ・イヤーはこちらで初めて開催されるイベントです。コティの最終選考会をここでやるということなんですけれども、ここに招致した理由、狙い、聞かせていただけますか。私どもはこのプロジェクトに参画したときに、公民連携という形のプロジェクトでして、地域の皆様に対してですね、この地区に対してにぎわいを創出すると、にぎわいを創出するということと、ボッシュが得意な分野である自動車分野、これを掛け合わせたイベントがないかなと考えたときにコーティに思い至りました。なるほど。もう10ベストカーが向こうにずらっと並んでいて、で地域の方がすごい車を見たり、であそこにね、カフェ1886、あそこでくつろいでいたり、もう結構これ地元にもう溶け込み始めてるなっていう実感を受けました。土日はカフェも空いておりますし、この場所も空いています、そして広場も空いていますので、基本的には一般の方々にその土日の営業時間内にお楽しみいただけるという形になっています。そもそも弊社は日本発祥の地が横浜なんですね。ですからそういった意味では戻ってきたような感覚もありまして、渋谷でなくなったのは残念なんですが、ちゃんとこのような形でですね、古巣に戻ってきたといいますか、そんな感じです。地域の方々と一緒に盛り上げていこうっていうね、なんかそれが感じられるのはすごい嬉しいですね。ありがとうございます。地域に貢献するということ、そのお返しをしていくということは、ボッシュの創業の精神でもあると思いますので、そういった意味でもですね、このボッシュフォーラム都筑を通じてそのような形で地域の皆様と交流して盛り上げていければなと思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ボッシュといえば世界最大の自動車部品サプライヤーじゃないですか。でそれが横浜に来た、神奈川県民の一人としてはすごく嬉しいし、当然これの雇用にも、いい影響を与えるんだけども、それだけじゃなくて本当にね、ボッシュ、ドイツのメーカーですけど、日本にある日本の企業として地域に根ざしていろんなところでね貢献しようとしている、このね
思いっていうのは僕本当に嬉しいな、いいことだなと思いましたね。そうですね、はい。さてイヤーカーの選考ですが、例年通り10ベストカーの選出、そして最終選考という2段階で行われました。まずは11月6日に2024年に日本で発表された31台の新型車の中から最終選考へと進む10台10ベストカーが選考委員の投票で決まりました。 VTR ご覧ください。手頃なサイズのコンパクト SUV スズキフロンクス。スポーティーなクーペ SUV200 万円台の価格で燃費走り運転支援も充実です。3代目となったホンダのコンパクトミニバンホンダフリード。エアーとクロスターで登場、街中からレジャーまで活躍する家族の味方です。トヨタのオフローダーランドクルーザーに新たに加わったランドクルーザー250。実用を追求した250、アクロ走破性快適装備も充実です。マツダの国内フラッグシップを担う新型 SUV-CX80。3列シートの SUV、ハイセンスなデザイン、走りにもこだわりが。12年ぶりの日本導入となった1トンピックアップトラック三菱トライトン。オフロード性も快適性も格段に性能アップ、タフな走りに釘付けです。サイズのヒエラルキーを超えたコンパクトラグジュアリーレクサス LBX。快適かつ走りもいいコンパクトなレクサスです。中国の BYD が e スポーツセダンと呼ぶシール。BEV 界で勢いを増す BYD、 走りを磨いたセダンです。韓国ヒョンデのハイパフォーマンスブランドからアイオニック 5N。 スポーツドライブの本質を突き詰めた BEV、 驚かされました。 BMW がプレミアムスモールコンパクトと謳うミニクーパー。クオリティの高いデザイン、ゴーカートフィールは洗練されましたよね。ボルボ史上最も小さな BV-EX30。 インテリアは北欧的かつデジタル化が進み、収納装備も充実させていました。このね10代の顔ぶれを見ると、例えば車型としてはセダンがあって、はい、ピックアップトラックがあって SUV があってコンパクトカーがあって、そしてミニバンがあるでしょ。でパワートレインっていうのも見ていくと、これ普通のガソリン車もあります、ハイブリッドもあり、プラグインハイブリッドもあり、そしてもちろんバッテリー EV もありと、ともちゃんこれ千差万別じゃないですか、はい、これね本当に選ぶ側としてはなかなか悲鳴を上げたくなるぐらいの状況ですよね。何を基準で選ぶかで車が変わってくるかもしれないですよね。はい。さてこの10代から日本カーブザイヤーを決める最終選考会が12月5日に行われました。前回の選考から最終選考での持ち点の配分が変わっていますが、こちらをご覧ください。選考委員は16点の持ち点を10ベストカーのうち3社に配点、最も高く評価する車には10点、2位に4点、3位に2点を与えます。これまでよりも1位、2位、3位の点数の差を広げた形になっています。そうなんですよね。以前は選考委員25点の持ち点があって、で1位には10点を入れなければいけないよということが決まっていただけで、2位に9点つけてもよかったんですよ。でもそれだと1点しかつかないんで、なんかね多くの選考委員が最高だよ10点だよっていう票を取る車にやはり賞はふさわしいんじゃないかっていうので、まんべんなく集めるよりも尖った車、そういうふうに採点の、ね、方法が変わった。これはなかなかやる方としてもどうだった、難しかったんじゃない？自分の気持ちを点数に入れるのがすごく難しかったですね。で10点と4点だから差がすごく大きいじゃない？そうですね。これ4点って少ないなと思いつつ、でもこれ決めなきゃいけないんだよね。はい。さて今年の日本カーブザイヤーにはどの車が選ばれたのでしょうか。最終選考会の模様を見ていきましょう。今回もですね、日本カーブザイヤー最終選考会を早速開始したいと思いますが、ナイス神スタートですね。神スタートで、あと80年代っていうのは図らずも日本車のレベルが欧州車と肩を並べるぐらいになった年なんで、まあ日本カーブザイヤーも多少はそれに貢献できてる。最終選考会では10ベストカーに選ばれたメーカー、インポーターの関係者がそれぞれの車の個性や魅力を伝えるアピールタイムを聞きながらの開票となりました。
10位から順番に該当する車を発表すると同時に、その車に10点を入れた審査員の方々コメントをなるほど。こちらでスライドで紹介していきます。鈴木フロンクス。ともちゃんはフロンクスに10点入れたんだよね。200万円台の価格の中にハイブリッド運転支援を盛り込み、走りも楽しめる1台でしたよね。さあ、日本カー・オブ・ザ・イヤーの発表です。それでは行きましょう。1位と2位はこちら。2025日本カー・オブ・ザ・イヤーがホンダフリードに決定しました。ホンダフリード。2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤーに輝いたのはホンダフリードです。五郎さんはフリードに10点入れましたね。そうなんですよ。ここにもね、日本にしか作れない車って一言コメント書きましたけど、このコンパクトさで室内が広くてリアエアコンがあってリッター25キロ走って250万円なんでね、日本にしか作れません。本当にこのような名誉ある、日本カー・オブ・ザ・イヤーという賞をこの車がですね受賞できたことを本当に心から嬉しく思います。そして輸入車で最も高い点数を獲得したミニクーパーがインポートカー・オブ・ザ・イヤーとなりました。ミニといえば長い歴史を持つモデルですけれども、そこに新しさを加えてきたというのが評価されましたね。部門賞を見ていきましょう。デザインカー・オブ・ザ・イヤーは1トンピックアップトラック三菱トライトン。選考委員の方々ね、この迫力あるデザインに惚れたっていう人多かったですね。テクノロジーカー・オブ・ザ・イヤーはホンダ CR-V EFCEV。水素燃料電池に大型バッテリーを加えたということでね、新しい使い方の提案もされてますよね。そして今回は実行委員会特別賞が世界で初めて実用化に成功したロータリーエンジンマツダ e スカイアクティブロータリー EV に贈られました。このロータリー EV なんですけれども、実は僕は個人的にはこれにテクノロジー賞を投じたのね。なぜかというと、これからバッテリー EV が増えていくよって言われている中で、やっぱりバッテリー EV バッテリーだけだと航続距離不安あるよねっていう方が多い。そこで小さな発電機用のエンジンを積めば、やはり EV 大きなバッテリーを半分にできるかもしれないし、値段ももっと安くできるかもしれないし、ということでものすごく将来性のある技術だと思うんですね。でこれおそらくマツダが作ったんだけど、他のメーカーでも欲しがってるメーカーいっぱいあると思うんで、今後の電動化に向けてこの小さなロータリーエンジンというのは大きな一歩になるんじゃないかなと思ってますね。日本カー・オブ・ザ・イヤーに輝いたホンダフリードの得点は220点と、2位のマツダ CX-80 の196点に大きな差をつけましたよね。そうですね。フリードって特に速いとか豪華とかそういう尖った部分があるモデルではないじゃないですか。でも本当にさっきも言ったんだけど、この小さなボディの中に3列シートを収めて、でリアエアコンあるでしょ。でハイブリッドだったらリッター25キロ走るじゃないですか。でそういうもう本当に性能が全方位にすごく丸くまとまっていて、でそれが目指すものは何かというと、乗る人の笑顔だったり幸せだよっていうね、これね本当に僕はねほんわかさせられたし、本当にね乗るたびにいい車だなと思って10点入れちゃいましたね。この後は選考委員の皆さんにいろいろと聞いちゃいます。ホンダフリードが受賞した今回の日本カー・オブ・ザ・イヤー、選考委員の皆さんに話を聞いてみました。安藤さんです。安藤さんは今回10点はどれに入れたんですか。三菱のトライトンです。私何度目かの、10点1人だけっていう今回も私1人だけしかいなかったので、それ狙ってやってるわけじゃないです。狙ってるわけじゃないんです。ディーゼルのトルクの出方とか、僕がオンロードでもきっちり走れて、オフロードでの走行性能はもう優に及ばず、で実際オフロードコースも走りましたけど、トライトンの性能の半分も使わないでこんなコースを楽々走れちゃうのかっていう、そういったところとオンロードも犠牲にしていないっていうところ、この両立は難しいのは見事具現化してるなと思ってやりました。
はい、松戸屋さんです。松戸屋さん、今回は EX3010点ということで、これどんなところ評価されました？僕はなんか昔ゴルフがスタンダードだったみたいな、立ち位置に行くんじゃないのかなと思って、バッテリー EV たくさん出てきて大きかったり豪華だったり速いのもあるけれども、 EX30 くらいがひょっとしたら中心になるんじゃないのみたいな、そんな感じですか？でも今大体そういう流れじゃないですか、あのくらいのサイズで、サステナビリティみたいなのも普通になってきてるし、あそこら辺がこうギュッとこれからの基準みたいな。今年は何に10点入れたんですか？はい、僕はレクサス LBX に10点を投じました。新しいカテゴリーをね LBX で作ったなと思うんですね。ああいうコンパクトで本当のラグジュアリーって今までもそういう言葉はあったけど具現化できてる車なかったかなと思ってて、 LBX はねそれを実現できたんじゃないかと。だからこれは今年を象徴する一台には、ふさわしいかなと。 LBX ってその欧州とか日本を中心に販売されるモデルっていうところもあって、ちょっと毛色が違うところありましたよね。そうですね、まさかこういう車出るとは思わなかったっていう意味でも、そう、ショックというかね、いい意味でのショックがあったんで、そこもね、インパクトになったのかなとは思いますね。はい、LBX、この理由から教えてください。やっぱり小さい車って日本にすごいぴったりじゃないですか、だけど小さい車っていうとやっぱり値段とか燃費とかっていうところがやっぱり評価されちゃうんだけど、この LBX はやっぱり走りとか、もう高級感も含めて車の本質の部分で小さいけどいいよねっていうところをちゃんと具体化させてるところは僕は評価しました。小さい車から鍛えていこうっていうところは新しいレクサスが見えたかなという気はします。久美さんはフリードに10点投じられてましたね。はい、やっぱりそのレーシングドライバーとかもやってるので、走りのインパクトっていうのは求めたいなっていう部分があって、3列シートもあり、もちろん2列もありと、そこの選択肢もあったり、ガソリンとハイブリッドの選択肢あったり、基本性能の部分とミニバンの居住性の部分が両方ともすごいバランスよく作られてるなっていうことで、そういうトータル性能として評価しました。選考員59人いるんだけど、いろんな人それぞれの思い、価値観で選んでるのが面白いなと思って、僕とともちゃんも違うしね、みんな違うじゃないですか。でそれをなぜっていう話をするのがなんかこれ車好きとしても楽しいななんて思いましたね。本当そうですね、はい、この後は受賞メーカーの喜びの声をご紹介します。2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤー、各賞に選ばれた車の担当者の方にインタビューしてみました。デザインカー・オブ・ザ・イヤー、トライトン受賞されておめでとうございます。ありがとうございます。どんなお気持ちですか？いや本当に率直に嬉しかったですね。ちょっと異色というか、ただ我々としてもですね、圧倒的な存在感を出したいということでやってきましたので、非常に嬉しく思ってます。全体としてすごくうまくまとまってますよね。ありがとうございます。ピックアップトラップは世界中だとキャブタイプが非常に多くて、シングルキャブから観音開きドアがついたもの、ダブルキャブと、いろんなパターンがありますので、それぞれで非常にこだわってデザイナーが頑張ってくれたなと思います。よく皆さんハンドル握ると普通の車っておっしゃるんですけど、私の中では普通どころか高級 SUV に乗っているかのような走りの質感があるって感じるんですけど、こういった車も常用で日常も楽しく安心して乗っていただきたいというふうに思ってますので、そういったところは非常にこだわりだったかなと思います。テクノロジーオブザイヤー、おめでとうございます。ありがとうございます。EFCV というね、燃料電池なんだけれども、バッテリーを組み合わせているという、すごく僕は新鮮なシステムだなと思ってたんですけれども、やはり水素を入れるステーションがなかなか限られていて、少し水素を入れる機会がなかったとしても、電気で充電していただければ、ある程度走れれば、それは上手に使っていただけるんじゃないかなということで組み合わせる、今後どうでしょう、ホンダとしては燃料電池の車っていうものを、やっぱり柱の一つとして育てていこうという感じなんですか？ FC というシステムは大型の方が向いてるんじゃないかということは確かにありますし、商用に使っていく、あるいは低地電源に使っていくみたいな幅を広げていく中の、一つの要素として乗用車にも適用するというのはあり得るなというふうに私は考えています。インポートカー・オブ・ザ・イヤー、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい受賞になりました。やっとこの賞がいただけたという意味では、本当に感無量というか。
今回デザインも大きく生まれ変わりつつ、でもミニらしさもしっかり残っていて、個人的にはデザインカー・オブ・ザ・イヤーにミニを選ばせていただいたんですけれども、誰が見てもミニだと分かる、そういった特徴を残しつつも、デザイナーがこだわったのはいかにシンプルにするかで、余計なものをそぎ落としていくことによって本当の本質の部分をどうやってミニらしさをもっともっと表現するかということを語っていました。本当にその通りに仕上がっているなというふうに思っています。いや、イヤーカー受賞本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当嬉しいです。事前にどうでした？これ取れそうだなっていう感じは。いやそもそも我々テンベストに選ばれただけでも、本当に今もう喜んでたぐらいで、ミニバンが選ばれたの初めてじゃないかなと思うんですけど、しっかりと認められて選ばれる車になるんだなってことを本当実感しました。なるほどね。ほっとしました。おめでとうございました。ありがとうございます。僕らね、点を入れるときは本当に悩むんだけれども、こうやってね受賞の喜びの声を聞くと、その苦労っていうのもなんか報われて喜んでくれてよかったななんてね、なんかほんわかしちゃいましたね。そんなインタビューでしたね。車購入された方も嬉しいですよね。ですね。はい。さて今回の2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤーのオフィシャルホームページに、掲載されています選考委員別の配点表や選考にあたってのコメントもありますので、ぜひご覧になってみてください。Engine for the Life。ここで視聴者の方からいただいたメールご紹介します。埼玉県30代の方、毎年日本カー・オブ・ザ・イヤーを妻と当てるのを楽しみにしています。普通に家族使いできそうな車や趣味の広がりそうな車もあり、人生の幅を広げてくれそうです。そして神奈川県50代の方、カー・オブ・ザ・イヤー候補の10車種と推しの車種の紹介を見ていて、国産車だけでなく輸入車も多くノミネートされていたのが時代が変化していると思ったのと、電気と内燃機関と多種多様だなと感じました。そして三重県50代の方、今年もカー・オブ・ザ・イヤーの時期来ましたね。私のイヤーカーはアストンマーティン DB12 ボランテです。だそうです。すごいな。でもね、本当にカー・オブ・ザ・イヤーってずっと長く続いてるじゃない。で、昔はこのカー・オブ・ザ・イヤーを取るとそれが優れた専門家のお墨付きだから皆さん買いましょうみたいな購買行動につながるような賞だったと思うんですよ。でもこれだけ多様化が進んでくると、こっちの車もいいけどあっちの車もいいよねっていう、そういう世界になってきて、じゃあその中でカー・オブ・ザ・イヤーっていうのがどういう意義があるのかっていうと、僕はまさに今メールをいただいた奥様と今年は何なんだろうねって話すとかで、カー・オブ・ザ・イヤーのネタをフックに仲間内で車談義をするとか、僕ら選考委員の中でもいろんな談義をするし、メーカーインポーターの方ともねそういう話で盛り上がるし、なんか車というものをネタに話題を広げる、そういう意義っていうのが僕はなんか大きくなってきてるんじゃないかなと思うんだよね。車の世界は100年に一度の大改革なだけに変化も著しく早いじゃないですか。だこういったものを参考にご自身に合う一台を見つけていただきたいですね。そうなんです。正解は一つっていう世の中ではないので、何が自分にとって向いているのかとかね、家族にとっていいのかとかね、何が自分の気持ちを上げてくれるのか、そんな観点の車選びに役立てていただければいいなと思います。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life。